じゃあトイレ入った瞬間にへたり込んでしまったんですよ。で、やばいってなって、どうもたけしです。韓国で警察のお世話になってしまったっていう話なんですけど、それがだいたい韓国に来て1年ほど経って、生活も慣れてきた頃の話なんですけど、1年前の6月7月頃の出来事で、その日は撮影があったんですね。で、ソウルから離れた場所でする撮影があって、で人数も多くて、モデルたちのでずっと外で、しかも炎天下の中、本当日焼け止めなかったら大変なことになるぐらい暑い中、撮影してたんですね。で、1日かけた撮影やったんで、終わったのが大体夕方頃で、そこからみんなでまたバスに乗ってソウルまで帰ってくるっていう流れだったんですね。で、ソウルのホンデっていう場所に着いて、じゃあみんなここで解散しましょうっていうことで、解散になったんですけど、僕はその撮影一緒だったモデル友達とご飯に行こうっていうことでご飯に行ったんですね。それが友達2人と僕の3人で行くことになったんですよ。でそれが焼肉屋に行こうっていうことで、焼肉屋に行ってお肉食べて、でお酒も飲もうっていうことで、お酒も飲んだんですね。それが、ソジュっていう、韓国のお酒があるんですけど、それっておそらく日本語で言ったら焼酎になるんですかね。でそれって結構韓国でポピュラーなお酒で、チャミスルとかああいうお酒なんですけど、それってアルコール度数の高いお酒なんですね。でそれを飲んでて、いい感じに飲んで、じゃあ2軒目行こうやみたいな感じで2軒目行くことになったんですけど、その中の一人がバーに知り合いおるみたいな感じのこと言ってたんで、じゃあ、そのバー行こうやみんなでみたいな感じで言ってたんですよ。じゃあそのバーに着いて、でバーっていうかクラブみたいなバーみたいなで、結構ガヤガヤした場所で席ついて何注文しようかみたいなこと話してたら、その知り合いの方がテーブルにテキーラを1本ボトルでサービスしてくれたんですよ。で、みんなテンション上がってやったみたいな感じで、その時は良かったんですよ。乾杯とか言いながらみんなで飲んでて、で 2,3 杯ぐらいショットグラスで飲んで、僕はトイレに行こうと思って立ち上がってトイレ入ったら立てなくなったんですよ、そのトイレの中で。っていうのもおそらく気づかぬうちに寄ってたというか、ほろ酔いぐらいで思ってて、じゃあ席立ち上がって初めてめちゃくちゃ寄ってたんやっていうのに、そこで体が気づいて、じゃあトイレ入った瞬間にへたり込んでしまったんですよ。でやばいってなって、でもその気持ち悪いとかじゃなくて、とにかくクラクラしたんですよ、頭が。でその吐き気とかもなくて、箱にも吐けないし、吐いてすっきりすることもできなくて、とにかくきつくて、それが動けなくなって、トイレの中でその親友に電話したんですね。それは韓国人の人で、僕の兄的存在な人なんですけど、とりあえずその人に電話して、やばい動けないっていうのをトイレから出れないっていうことを、主語なく伝えてしまったんですよ。じゃあ、その親友もちょっとびっくりして、なんで出られへんのみたいな、その親友が危惧したのが、それが暴力的なことなんか、誰かに監禁されたから出られへんのかっていうのをめっちゃ心配してくれてて、で僕はそこまで頭回ってないんで、とりあえずこのトイレから出れないだけを言ってたんですよ。その監禁とかじゃなくて、単純に酔いすぎて出られへんかっただけなんですけど、友達はめっちゃ心配して、何があったみたいな感じのことをずっと言ってて、で僕もなんとかお酒飲んで立てなくなったみたいな、出られへんくなったっていうことだけを伝えてたんですね。で気ぃ付いたら僕寝てしまってて、そのトイレの中で。もう最悪なんですけど、その中でもかすかに覚えてるのが、その一緒に飲んでた友達が心配して見に来てくれたんですよ、確か。で僕はもうとりあえず動かれへんから、回復するまで絶対動かれへんって思ってたから、もうさっき帰ってって言ったのも覚えてて、もうさっき帰らしたというか、もう大丈夫やから帰ってみたいな、全然大丈夫じゃないんですけど、それを言って、もう帰ってもう行けるからって言って帰ってもらったんですよ。それでまたもう一回寝て、おそらく。でしかもその最悪やったんが、そこって男女一つずつのトイレしかなかったんですよ。だからもうめっちゃノックされる音とかも聞こえてて、でもそれでも僕は寝通したというか、出られへんからどうすることもできなくて、でもノックめっちゃ聞こえるしみたいな、で誰かが僕を起こそうとしてるのも分かるしみたいな感じで、何回かその間電話してたんですよ。意識朦朧としながら。その親友も僕を助けようと思ったんですけど、僕が
その場所は分からなくて、ホンデっていうでっかいエリアっていう場所は分かってるんですけど、そのお店の名前とかどの辺にあるとか入り口の感じとかも全然知らんっていう分からん状態やから、そのなんか教えようにも教えられへんみたいなって感じで、なんか店員もおそらく店員が電話変わってくれた感じもするんですけど、なんか結局その親友曰く何を言ってるか全員分からなかったみたいな感じで、その場で解決しなかったんですよ。やから僕はずっとその親友が助けれないままトイレの中で寝てる倒れてるみたいな状態で、おそらくもう 4,5 時間経ってたんですよ。そのお店で日付変わる前に入って、多分夜中1時2時ぐらいまでいてたんですね。でなんか酔いもだんだん冷めて一人でこう立ち上がれるっていう時に、もう半ば強引に店の外出されたみたいな感じで、もうゴミみたいな感じやったんですよ。もちろん自分は悪いんですけど、最悪なんですけど。でそれでタクシーなんとか拾って自分の家まで帰れたんですね。その後はおそらく多分それが 2,3 時ぐらいで僕はすごいその時思ったんが、全く忘れ物をしてなかったんですよ。そんだけ潰れとったのに。スマホもあれば、その財布、カードケースもあって、なんならリュック持ってたし、モバイルバッテリーも持ってたし、充電ケーブルもちゃんとあったんですよ、家着いたら。でなんならちゃんと寝巻きに着替えて寝たみたいな感じだったんですね。次の日その全部こうバーって思い出して、それ昨日やばかったなっていうので、その親友に連絡して、昨日ほんまにごめんっていう、謝罪のことを言ったんですね。じゃあその時に僕気づいたんですけど、どうやらその親友は僕を助けるために警察に連絡してくれてたみたいでもそのお店の場所もわからんから警察に見に行ってください、ここって言ってもその具体的な場所がわからんっていうので、警察は行こうにも助けに行けないみたいな状態やから、僕が飲んでたホンデ近辺を警察がうろうろしてくれてたらしくて、でその僕の名前とか携帯の番号とか顔写真とかをその警察に親友が提示して、この日本人の人おったら助けてあげてくださいみたいな、保護してあげてくださいみたいな。その僕もその韓国語喋れないんで、そのトラブルに巻き込まれるケースも危惧してその信用してくれてたんですね。でそれ GPS も使ってたらしくて、だから僕がそのタクシー乗って自分の家の方面に向かってる最中連絡取り合ってて、今はそのたけしさんがどこどこ方面に向かってますみたいな、これはおそらく移動速度的になんか乗り物に乗ってますみたいな、車か何かに乗ってこっちの方面に行ってるんですけど、それって大丈夫ですかみたいな感じで逐一連絡をしてたらしくて、でその親友が僕の家の場所知ってるんで、そっちは彼の家なんでおそらく大丈夫と思いますみたいな感じで連絡を取ってくれてたんですね、警察と。で僕はそんなことも知らずに、酔いから復活したら勝手に、自分でタクシー拾って勝手に家帰ってたんですね。でなんなら自分のこと褒めてたぐらいなんで、あんだけ酔いつぶれてんのに忘れ物せえへんかった自分ほんま偉いなみたいなしっかりしてるなぐらい思ってたんで、それがもう恥ずかしなって自分で。しかもその僕が夜中に家着いたのを確認してから、その友達はやっと寝ることができたんで、僕より遅く寝てるんですよ。なので本当に申し訳ないことしたなって今でも思ってます。だからその皆さんお酒には注意しましょう。では。